はい、皆さんこんばんは。アストロカウンセラーのターラです。いつも動画のご視聴ありがとうございます。今回は9月の星の解説とタロットリーディングをさせていただきます。その前に重大なお知らせです。こちら、誰でもできる星読みの自己分析、最高の自分に出会うホロスコープブックが10月4日に発売になります。ありがとうございます。はい、これは Amazon や楽天ブックス、セブンネットショッピングで現在予約を承っております。ご予約いただいた方、先着購入者特典としてこちらのしおりがついています。このしおりすごく大きくて、ハウスとか星座の基本のキーワードが全部載ってるんですけれども、こう本を読みながら途中までここまで読んだよっていうのをこう挟めたりとか、これはちょっと違うんですけどね、挟めたりとか本文読みながらこうやって確認していただけるものになっています。これはちょっと数量が決まっているので、ご予約いただいた方は全員行くようになっています。ぜひ早めのご予約をお待ちしております。占星術って難しそうだなっていう先入観をお持ちの方も多いと思うんですが、この本はもう本当にどなたでも初心者の方向けに書かれているもので、ホロスコープの基本的な読み方から自分を深く知っていく78個のクエスチョン Q&A がついています。で、先生と勉強したことがあるよという方もですね、こう違った切り口で質問してそれに答えているので楽しんでいただけると思います。で、さらにこれには別冊ノートが実はついていまして、この本を読みながらご自身のことを書いていただく、分析していただくという、書き終わった後は自分だけのオリジナルなノートになるっていうものもついていますので、楽しみにしててください。そしてね、この本って先生術興味がある方だけではなくて、自分のこともっと知りたいなとか、もう少し自分を信じて毎日を豊かに暮らしていきたいなという方、全ての方におすすめしたい本です。というのはやっぱり私たち普段気づかないうちにこういろんな役割に縛られたりとか、将来に対しての不安とか、間違ったこう自分の思い込みとかで余計なこう不安を自分で作り出してしまったりとか、自分のことを誤解してたり、自分のことがわからない、普段の喜びとか愛情も感じられないなっていう風になってしまう方もこの現代多いと思うんですけども、占星術というね一つのツールを使って客観的に自分のことをすごく見ていきます。そして世の中のその常識とか何がいいとかではなく、本当の自分の本当の価値っていうものに光を当てていく作業になるので、見ていけば見ていくほどだんだん自分のことが好きになったり、だんだんこれでいいんだって思えるようになったりするっていう風に、こう物語としてストーリーとして書いてるわけじゃないんですけど、1章2章3章と続けてたっぷり読み応えもあるし、分析もたっぷりできるし、自分のことを読み終わった後に良かったって思えるような内容になっていますので、ぜひこの機会にご予約をお待ちしております。ではここから伊手田さんの9月前半の星の解説とタロットリーディングさせていただきます。ちょうど8月31日が魚座で起こる満月で、9月15日が乙女座で起こる新月なので、9月は前半後半に分けてリーディングさせていただきます。お願いします。9月前半はですね、伊手座の皆さんにとって星では非常にこう社会運がある時、外に出ていくとか、外の人と関わる、何かこう社交性が上がったりとか、こう人からよくされやすいというかね、そういう外側が明るいよっていう時なので、恐れず外に出て関わっていくというふうにしてみてください。新しい楽しみが見えてくるかもしれませんしね。そして9月4日から逆行していた金星も巡行に戻りますけれども、これも何か自分が信じていたことを一瞬疑っていたかもしれませんけれど、それがようやく元通りになるというか、本来の自分の哲学や信念に基づいて何かをやっていこうという感じになります。なので学びがすごく深くなりますね、ここから。そして、同時に9月8日からね、木星という発展繁栄を示すものが逆行するんですけれども、伊手座の皆さんにとってはおそらく日常生活がちょっとこれまでと違うみたいな感じに思うかもしれませんが、でもそれはそれでイレギュラーな経験を通して学べることがあるっていうふうに思っておいてくださいね。社会運いい時ですからね。ちょっとそれを踏まえた上で見てみましょう。前半です。はい、じゃあ一緒に見てみましょう。はい、ジャスティスの逆、そしてワンドナイト、ペンタクスナイト、ソード2の逆、忍者逆、ワールド、ソード10、気をつけることや対策はソード3と、ペンタクス9とオラクルは
はい、ソードキング逆ですね。へえ、まあ、なんていうか、やっぱり社会運がある時なので、非常にこう外との関係性がいいんですよ。人間関係もとてもいいんですが、いい時っていうのは、何かを気にしたりとかね、とってもいいことがある分、何かを気にするっていうのはよく起こりがちなんですけれども、今のこのカードから見るに、すごく自分が何かこう失敗しないようにとか、どっちが得なのかなとか、どっちがいいのかなっていう視点で物事を捉えて、すごくこう慎重になっているっていう感じがするんですね。ただ心の中とか自分の状態っていうのは、もういつでも走り出せるんじゃないですかみたいな、それだけバイタリティが実はあるんですよ。もう走っていきたい、もうなんか目標に向かっていきたいみたいな、そういうバイタリティがあるって出てますし、ここまでの間にもうそれだけの知恵とか知識とか体力とかちゃんと準備しましたよねみたいな感じが出てるので、これは9月前半の話ですけれども、なんかもう少し長い目で見て、もう十分ここまでで準備できてるから、そんなに慎重に失敗しないようにとか、どっちがいいのかなって、こっちの方法かなみたいな感じで思わなくても大丈夫ですよっていうふうに言われてます。置かれてる立場とか状況を客観的に見たらすごく恵まれてるんですけれども、ご自身はその中でとても何かで細かいことをすごく気にしそうな、これでいいのかな、嫌なのかなということで精神的に少しだけ揺れてる感じがします。でもすごくそれをまたなんか手当たり次第なんかするとかっていうよりも、深く内省したり、よくよく考えようっていう形で静かに自分をちゃんとね見つめていけば、やっぱりこの9月前半って星で見ても社会運がいい時ですし、やっぱり楽しいとか、ああこれが私の世界みたいな、なんかすごくいい環境を体験できるみたいです。でやったーってこうわーって降りたやりがあった後に、なんか急にちょっと気を抜くというかね、なんか気が張ってたのが取れて、ちょっと気を抜いちゃって風邪ひくとかね、体調崩すということがないようにだけ気をつけてください。そしてやっぱりあの調子に乗らないって感じですよね。ここでワールドいきなりワールドとか出ちゃうと、もう本当にやったすごい嬉しいってわーって舞い上がって、なんかちょっとバカなことしちゃったみたいな感じにならないように、少しだけ謙虚にね進んでください。ここまでちょっと謙虚だったがゆえに羽目を外しやすいかなと思ったので、それだけです。あとはちょっと体調のね急激な変化っていうのもあるかもしれないので、それを気をつけるということと、ただ今人間関係とかいい時なんですよね。こう自分の精神も落ち着いてくるし、新しい世界に開いていこうみたいな、新しい環境に馴染んでいこうとか、何かそういうこう未来に対しての未知のものに対してのこう向き合っていく力っていうのが実は内側の中にあるんだけど、何かその過去の人間関係の中で感じた傷ついた経験とか、何かその嫌な出来事、あの人に言われたあの一言とか、なんかそういうのを思い出したりとかして、急にぐさっとくるみたいなね、なんかそんな感じがありますけれど、これは決してそんなトラウマになるほどのずっとその思いをね何でも引きずるようなものではないので、今の目の前の楽しさで十分に自分を豊かにして、今の私にはこんなにも仲間がいるとか、こんなにもチャンスがあるっていう、このチャンスの方に目を向けていってほしいなというふうに思いました。今すごいチャンス来てます。9月前半なんかすごいいいことがあっておそらくそれはすごいチャンスがあるんですね。でそれに対してものすごくこうよく言うと律儀にだし、失敗しないようにっていう感じなんですけど、ものすごくやっぱりこう気を張りながら頑張っていこうみたいな感じで出てますね。これお仕事で言うならば、多分ちょっと責任のあることを任されたりとかして気が抜けないみたいなね、ここでワールドからのソード中っていうのはものすごいチャンスを自分が得たりとか、こんなことやってみたかったんだみたいなチャンスが来るんだけど、その分のプレッシャーとかもあって、これは大変だみたいな形でしっかりやらなくちゃって感じなんですけど、でも本当にね、環境は非常に恵まれる2週間になりそうです。それに対して自分の気持ちはそこまでハッピーとかラッキーとかではなく、すごくなんかしっかりと
失敗しないようにとか慎重にみたいな感じですね。なので外側のこの空気感、恵まれてるねとか今チャンス来てるねっていうものと、実座の皆さんが心の中で感じてるそのちょっとピリッとした緊張感みたいなものが、すごいいいコントラストだなっていうふうに思いましたね。でもすごくいいことです。これはなんかいいことになりそうな気がする、私的には。はい、この緊張感こそがいい感じがしますね。ちょっとオラクル見てみますね。ちょっと先にこのソード10見てみようかな。カップの3ということで、やっぱり人間関係いいですよね。カップ9ですよ。もう飛び出してますよ。なんかやっぱり思いもよらぬいいこと、特に人間関係だと思います。これはね、いい環境があるんだと思います。で、わあやったよかったっていうその中でのちょっとした一言とか、ちょっとしたなんかことで、自分が勝手に傷ついたりするかもしれない。でもその嬉しさゆえにこうわーってこう楽しんだりとか、いろいろコミュニケーションを取って出かけたりとかしてるうちに体疲れたみたいな感じにもなりやすいので、やっぱこれで一つやっぱ体ですね。健康注意っていうふうに出てます。でもそれはすっごいしんどくて疲れが蓄積されてとかではなくて、ちょっと浮かれすぎてちょっと無理しすぎたなっていう感じ、飲みすぎたなとか徹夜しすぎてちょっと免疫下がってる時にうつっちゃったなみたいな感じもあるかもしれないってことです。そしてさオラクルですね。やっぱりこのピリッとした緊張感って何なんでしょうね。はい、ソード7。私でいいのみたいな感じかもしれませんし、でもカップのナイトも出てます。戦車の逆ですけど、でも大丈夫です。やっぱり何かね責任あること、重要な決断をしなければいけないとか、きちんと物事を遂行していかなければいけない役割を担ったりとか、そういうことを上司に言われたりとか誰かに言われたりとかしてちょっと苦手って思ったり、そんなこと私ができるのって思ったり、自分を疑う気持ちがあります。だけどそこにはすごくこれは優しいね思いで、あなたならできるよっていう思いで投げかけてきてくれてる言葉っていう感じがしますので、これは受け取ってもいい気がしますね。もしくは誰かにすごく優しくされたりとか、恋愛で例えばですけど言い寄られたりとかした時に、昔の恋愛の傷がちょっとうずいていやいやいやって思ったとしても、いや私はまだそんなみたいな思ったとしてもいいですよ。前半はそれでもいいんですけれども、でもそれは決して何か悪い感じではなく、その優しさとか愛情とかを本当にあげたいんだなっていう感じ。そしてチャンスがすごくあるから、なんか環境の中でね、いろんな話がもしかしたら来るかもしれません。でそれに対して飛び乗るっていうよりは、ちょっと本当に身を引き締めて体もちゃんとケアしてやっていかなくちゃっていうようなピリッとした緊張感なんだなと思いましたね。とってもいいじゃないですか。ぜひ頑張ってください。なんか実利的にというかね、実務的にすごくこなして成長していけそうな時だなと思いましたし、一番なんか印象的なのはやっぱり伊手座の皆さんが感じている感覚と、外側から来てるこのチャンスの感覚っていうのがすごい違いがあって、面白いなと思いましたけど、ぜひいい時間にしてください。今回はここまでにしておきます。ということで、次回また9月の中旬15日ぐらいにアップしたいと思います。ぜひこちらの本のご予約もお待ちしております。ということで、今回も最後までご視聴ありがとうございました。失礼します。